私はうなだれて鶴原家の門を出た。この日のように頭の中をかき回されたことは今までになかった。こんなうちが世の中にあろうとは私は夢にも思いつかなかった。何もかも夢の中の出来事のようにへんてこなことばかりでありながら、その一つ一つが夢以上に気味悪く、恐ろしく、嬉しく、悲しかった。恩義を捨て、名を捨て、自分の法事のお菓子を食べられる若先生。それを老いだと偽って我が家に封じ込めて、女中同様にこき使っているらしい鶴原子爵未亡人。そうしてあの美しい化粧室、あの薄気味の悪い病室、川の鞭、あやかしの鼓、なんという謎のような世界であろう。なんというとんちんかんな家庭であろう。目で見ていながら信ずることができない。こんなことを考えて歩いているうちに、私はふと自分の懐中が妙に膨らんでいるのに気がついた。見れば今しがた玄関で若先生が押し込んだ菓子折りの束が覗いている。私はそれを引き出してどこに捨てようかと考えながら頭を上げた。その弾みに向こうからうつむいてきた婦人にぶつかりそうになったので、私ははっと立ちとどまった。向こうも立ちとどまって顔を上げた。それは24、5くらいに見える色の白い品のいい婦人であった。髪は大きくハイカラに結っていた。黒紋付きに白襟をかけていたが、芝居に出てくる女のように格好が良かった。手に何か持っていたようであるが、その時はわからなかった。私はその時、何の意味もなくお辞儀をしたように思う。その婦人もしとやかにお辞儀をしてすれ違った。その時に淡い方向が私の顔を撫でて、胸の奥までほのめき入った。私は今一度振り返ってみたくてたまらないのを我慢してまっすぐに歩いたために汗が額ににじみ出た。そうしてやっと郊外橋のたもとまで来ると、不意に左手の坂から車が駆け下りてきて私とすれ違った。私はその拍子にちらりと振り向いた。黒い姿が紫色の風呂敷包みを抱えて鶴原家の前の木橋の上に立っていた。白い顔がこっちを向いていた。私は逃げるように横丁にそれた。この間は失礼しました。私はあの鼓の魔力にかかって精魂を腐らした結果、ご覧の通りの無力の人間になり果てました。しかしその確信には、まだ腐りきっていないあるものが残っていることを君は信じてくださるでしょう。私もそう信じてこの手紙を書きます。26日の午後5時きっかりに鶴原家においで願いましょうか。ご都合が悪ければ、それ以後のいつでもよろしいから決めてください。時間はやはりその頃にお願いしたいのです。今度おいでの時には、あやかしの鼓がきっと君のものになる見込みがつきました。なおその時に、君がまだご存知のない秘密もお分かりになることと思います。それはやっぱり、おとまる家と鶴原家に古くから重大な関係を持っていることで、君にとっては非常に意外な、かつ不思議な事実であろうことを信じます。しかし来られるときに、誠に失礼ですが、ご注文申し上げたいことがあります。奇怪に思われるかもしれませんが、ぜひさよう願いたいと思います。26日までにまだ10日ばかりありますから、その間に君は一切の服装を新調してきていただきたい。鼓の家元の若先生らしく、そうしてできるだけ立派な外出姿に扮装してきていただきたい。無論、誰にも秘密でです。理由はおいでになればすぐわかります。東洋銀行の小切手、金1000円なりを封入いたしておきます。鶴原未亡人の名前ですが、私の貯金の一部です。私の後を継いでくださったお礼の意味とお祝いの意味を兼ねて、誠に軽傷ですが差し上げます。なお私たちお互いの身の上は、今まで通りとして一切を秘密にしてください。
鶴原家に来られてもです。あやかしの鼓が100年の間に作ってきた悪因縁が、君の手で断ち切れるか切れないかは、26日の晩に決まるのです。同時に、7年間一歩もこの家の外に出なかった僕が解放されるか否かも決定するのです。君の救いの手を待ちます。3月17日、高林康次郎、音丸久也様。私はこの手紙を細かく引き裂いて、自動車の窓から捨てた。ちょうど芝公園を走り抜けて、赤羽橋のたもとを右へ曲がったところであった。目の前のガラス坂に私の姿が映ってゆらゆらと揺れている。三越の番頭が見立ててくれた青い色の合わせに縫い物、白の博多帯、黄色く光る袴、紫がかった羽織、白旅にフェルト草履、上品な紺羅紗のマントに同じ色の白リボンの中折れというバカバカしくにやけた服装が不思議に似合って神妙な遊芸の若先生に見えた。普段なら吹き出したかもしれないが、この時はそれどころではなかった。私はこの数日間の悩みにやつれた頬を両手で押さえながら、運転手の後ろのガラス坂に顔を近寄せてみた。頭を買って顔を剃ったばかりなのに、年が2つくらい老けたような気がする。赤かった頬の色もすっかり消え失せているようである。自動車が鶴原家に着くと、若先生、ではない、妻木くんが、この間の通りの紺がすりの姿のまま、色眼鏡をかけないで出てきて、三つ指をついた。水仕事をしていたらしく、真っ赤になった両手を差し出して、運転手が持ってきた私の古着の包みを受け取って、横の書生部屋にそっと入れた。それから今一つ、塩瀬の菓子折りの包みを受け取ると、わざとらしく丁寧に一礼して先に立った。私は詐欺か何かの玉に使われているような気になって、磨き上げた廊下を歩いていった。奥の座敷は香木の葉が満ち満ちてむっとするほど暖かかった。しかし未亡人はいなかったので、私は何やら安心したようにほっとして程よいところに座った。部屋の様子がまるで違ったように思われたが、後から考えるとあまり違っていなかった。それは部屋の真ん中に吊るされた伝統の傘の黄色いのが取り除けられて、華やかな紫色に変わったせいであろう。真ん中に鉄色のふっくりした座布団が2つ、金蒔絵をした霧の丸銅の火鉢、床の間には白クジャクの掛け物と大きな白ボタンの花池がしてあって、丸い青銅の電気ストーブが私の後ろに真っ赤になっていた。静かに妻木くんが入ってきて、見くばせ一つせずにお茶を汲んで出した。私も固くなってお辞儀をした。なんだか裁判官の出廷を待つ罪人のような気持ちになった。私は妻木くんが出て行くのを待ちかねて、違い棚の上にむき出しに並んでいる4つの鼓を見た。なんだかそれが今夜私を死刑にする道具のように見えたからである。4つの鼓は世の中に恋ということも恨みということもという謡曲の文句を思い出しながら私は気を押し沈めた。後ろの障子が音もなく開いて鶴原未亡人が入ってきた気配がした。私はこの間のように幻惑されまいと努力しながらできるだけしとやかに席を滑った。ま、どうぞ。と、澄み通った気品のある声で会釈しながら、未亡人は私の真向かいに来て、ほの赤い両手の指を揃えた。私の決心は見る間に崩れた。仰ぎ見ることもできないで畳にひれ伏しつつ、今までとはまるで違った調子に高まってゆく自分の胸の動機を聞いているうちに、この間も得も言われぬ
とこしい方向が私の全身に襲いかかってきた。はじめまして、ようこそ。またただいまは、お噂はかねて。謎、次から次へ聞こえる言葉を夢心地で聞いているうちに、私は気持ちがだんだん落ち着いてくるように思った。そうして、まあどうぞ、お付き遊ばして。それではという言葉を聞くと、間もなく顔を上げることができた。その時に初めて鶴原未亡人の姿をまともに見ることができた。つやつやした丸まげ、切れ目の長い一重まぶた、ほんのりした肉付きのいい頬、丸い顎から格好のいい首筋へかけて透き通るように白い、それが水色の着物に同じ色の羽織を着て黒い帯を締めて魂のない人形のように美しく気高く見えた。私はこの間から憧れていた姿とはまるで違った感じに打たれて、しばらくの間ぼんやりしていた。はてな、自分は何の用でこの婦人に会いに来たのか知らんとさえ思った。その時未亡人は前の言葉の続きらしく静かに言った。それで私は老いを叱ったのでございます。なぜお返し申したかって申しましてね。若先生がお丸家のご決闘で、鼓をご覧になりたいとおっしゃったならば、こんないい折は。さては、私はまだ鼓を見ないことになっているのだな、と思って未亡人の顔を見た。けれどもその長い眉と黒く澄んだ目の気品に打たれて、また節目になった。なぜお目にかけなかったのか。こんないい幸いなことはないではありませんか。この年月二人で打っていながら、一度もそのしんみりと、その呪いの音を聞いたことがないではありませんか。鼓を打って本当の音色をお出しになるほどのお方ならば、私はいつでも鼓をお譲りしますと。私はまた顔を上げないわけにいかなかった。すると今度は未亡人の方が寂しい格好で節目になっている。そう申しますとおいが申しますには、それなら今からお手紙を差し上げよう。今一度お運びをお願いしようと申します。そんなぶしつけなことをと申しますと、それはきっとおいでくださるに違いない。まだ鼓をお打ちにならないからだと申します。おう、本当に失礼なことばかり。未亡人は赤面して私の顔を見た。私もその時、急に耳までほてってくるのを感じつつ苦笑した。もなかの事件も存じております、と言われそうな気がして。けれども私も少し考えがございましたので、おいに筆を取らせまして、あのような手紙を差し上げさせましたので、誠に申し訳。と、未亡人は頭を下げた。どういたしまして。と、私もやっとの思いで初めて口を聞くと、慌ててたもとからハンカチを出して顔を拭いた。途端に頭の上の電灯が眩しく紫色に灯った。何かご用で？と、妻木が顔を出した。未亡人はいつの間にかベルを押したらしい。お前、用事が済んだのかい？と言いつつ未亡人はじろりと妻木くんを見据えたが、その一瞬に未亡人の目が冷たいというよりもむしろ残忍な光を帯びたのを私はありありと見た。私の神経は急に緊張した。かつて聞いていた美人の凄さが一時に私の目にひらめき込んだからである。そうして同時にその美しい凄さに
さながら奴隷のように支配されている妻木くん、若先生の姿が、この上なく惨めに痩せて見えたからである。はい、すっかり。と、妻木くんは女のように、しとやかに三つ指をついた。じゃあこちらへお入り。失礼して、後を閉めて、それから、その鼓を4つともここへ。その言葉の通りに妻木くんは影のように動いて、4つの鼓を未亡人と私の間に並べ終わると、その片へに少し離れてかしこまった。未亡人は無言のまま、4つの鼓を一あたり見回したが、やがてその中の一つにじっと目を注いだ。と思うと、その頬の色はみるみる白く血の気が失せて、唇の色までなくなったように見えた。私たち2人も固唾を飲んで目を見張った。言い知れぬ危機がうっすりと部屋に満ちた。突然かすかな旋律が未亡人の肩を伝わったと思うと、未亡人はいつの間にか手にしていた絹のハンカチで目を押さえた。私ははっとした。妻木くんも驚いたらしい瞬きを3つ4つした。そのまま未亡人は2分か3分の間ひそひそとむせび泣いたが、やがてハンカチの下から乱れた眉とまつげを見せた。それから小さな咳を一つすると、か細い、けれども厳かな口調で言った。私はこんな時期の来るのを待っておりました。こうして私とこの鼓との間に結ばれました因縁を断ち切っていただこうと思ったのでございます。因縁と私は思わず口走った。それはどういう？それは私が私の身の上について一言申し上げればお分かりになるのでございます。あなたの？はい。しかしただいまはわざとそれを申し上げません。押し付けがましゅうございますけれども、それは私の命にも変えられませぬお恥ずかしい秘密でございますから。この4つの鼓の中から、あやかしの鼓をお寄り出しくだすって、物語に伝わっております通りの音色をお出しくださるのを受けたまわった上でございませぬと。誠に相すみませぬが、ただいまそれをお願い申し上げたいのでございますが。未亡人の言葉の中には、不人でなければ持ち得ぬ根強い、けれども柔らかい力がこもっていた。三人の間には、さらに緊張した深い静けさが流れた。不意にある目に見えぬ力に打たれたようにうやうやしく一礼しながら、私はすらりと座布団を滑り降りて羽織を脱いだ。そうしていきなり目の前の桜の蒔絵の鼓に手をかけると、はっと驚いて唇を震わしている未亡人を尻目にかけた。そうして、武士が白羽の立ち会いをする気持ちで引き寄せて身構えた。あやかしの鼓の皮は、しめやかな春の夜の気配と、部屋に満ち満ちた暖かさのために、処女の肌のように和らいでいるのを指が触ると同時に感じた。その表側と裏側に、さらに心を込めた息を吹きかけると、やおら肩に当てて打ち出した。これを最後の精神を潜めて。はじめは低く暗い余韻のない、お寺の森の闇に鳴くフクロウの声に似た音色が出た。喜びも悲しみもない。ただ寂しく、低く、ポ、ポ、と。けれども打ち続いて出るその音が、私の手の指に馴染んでしんみりとなるにつれて、私は目を伏せ、息を詰めて、その音色の奥底に含まれている、あるものを聞くべく一心に耳を澄ました。ポ、ポ、という音の底に、どことなく聞こえる余韻。私は体中の毛穴がおのずと引き締まるように感じた。私の先祖のお泊まる苦悩は、
いかにも鼓作りの名人であった。けれどもこの鼓を作り上げたときに、自分が思っている以外の気持ちが混じっているのに心づかなかった。苦悩は言った。私は恋に破れて生きた死骸になった心持ちだけをこの鼓に込めた。私の寂しい空になった心持ちだけをこの鼓の根に表した。恨む心なぞはみじんもなかった。と。しかしそれは誤っていた。苦悩が自分の気持ちそっくりに作ったというこの鼓の死んだような音色。その力なさ、陰気さの底には、永劫に消えることのない恨みの響きが残っている。人間の力では打ち消すことのできない悲しい執念の心がこもっている。それはおそらく苦悩自身にも心づかなかったであろう。無限地獄の底に落ちながら、死のうとして死に得ぬ魂魄の嘆き。八幡奈落の崖をさまよいつつ、浮かぼうとして浮かび得ぬ勇気の声。これが恋に破れた者の呪いの声でなくて何であろう。苦悩の無念の響きでなくて何であろう。100年前のある月のある日、綾姫はこの鼓を打ってこの音を聞いた。そうして目にも見えず耳にも止まりにくい苦悩の心の奥の奥の呪いが、言い知れぬ深い恨みを込めて、しみじみ自分の心に伝わってくるのを、ただ一人感じたのであろう。死ぬより他にこの呪いから逃れる術がないことを、繰り返し繰り返し思い知らせられたであろう。そうして100年後の今日ただいま。私の額から冷たい汗が流れ始めた。部屋中の温かみが少しも体に感じなくなった。背中がゾクゾクしてくるとともに、肩から手足の力が抜けて、鼓を取り落としそうになった。目の前が青白く、真っ暗くなりそうになって、力なく鼓を膝の上に下ろした。罠なく手でハンケチをつかんで、額の汗を拭いた。妻木くんが慌てて羽織を着せた。鶴原未亡人は立ち上がって、袋戸棚から洋酒の小瓶を取り出してきて、震える手で私に小さなグラスを持たした。そうして私に火のような酒を一杯ぐっと飲み干させると、今一杯進めた。私は手を振りながら、ふーっと燃えるような息をついた。大丈夫でございますか？ご気分は。と、未亡人は私の顔を覗いた。妻木も私の顔を心配そうに見ている。私は微笑して肩を大きくゆすりながら、羽織の紐をかけた。飲み慣れぬアルコール分のおかげで、血の巡りがずんずん良くなるのを感じながら。まあ、本当に雪のように真っ白におなり遊ばして、今はもうよほどなんですけれど。と、未亡人は怯えた声で言った。妻木くんはほっとため息をした。けれどもまあ、なんという変わった音色でございましょう。そうしてまたなんというお手のさえよう。私は髪の毛を引き締められるようにぞっといたしましたよ。と、感激に震えるような声で言いつつ、未亡人は立ち上がって洋酒の瓶をしまうと、また座に帰ったが、やがてふと思い出したように、黒い目で私の顔をじっと見ると、両手を畳に支えて身を退けながらひれ伏した。誠にありがとう存じました。私はおかげさまで、生まれて初めてこの鼓の音色を本当に伺うことができました。あなた様はまさしく、名人の血筋を受け遊ばしたお方に違いございません。この上は私も包まずに申し上げます。私こそ。と言いさして、
未亡人は両手の間に神戸を一層深く下げた。私こそ、今王子の綾姫の血筋を受けましたものでございます。あと、私は思わず声を立てて、妻木くんを顧みた。しかし妻木くんは知っているのかいないのか、じっと未亡人のみずみずしい丸曲げを見下ろしたまま、みじろぎ一つしなかった。未亡人は両手の間に顔をうずめたまま言葉を続けた。申すもお恥ずかしいことばかりでございますが、今おじけはご維新後霊落いたしまして、一粒種の私は大阪へある卑しい家業に売られようといたしましたのを、こちらの主人に救われましたのでございます。申すまでもなく、この家にこの鼓が。と、やおら顔を上げて、鼓から二人の顔へ目を移した。曇った顔をして、曇った声で言った。この家にこの鼓がございますことはとっくに受けたまわっておりましたが、その鼓に呪われてこのような寂しい身の上になりまして、その上にこのような不思議なご縁になりましょうとは。わかりました。と、私は自分の感情にこらえないで、それを打ち切るように言った。よくわかりました。さあ、お顔をお上げください。つまるところこの三人は、この鼓に呪われたものなのです。呪われてここに集まったものなのです。けれども今日限りその因縁はなくなります。もしあなたがお許しくだされば、私はこの鼓を打ち砕いて、私たちの先祖の罪と呪いをこの世から消し去ります。そうしてあんな陰気臭い伝説にまつわられない、明るい自由な世界に出ようではありませんか。まあ、嬉しい。と、未亡人は涙に濡れた顔を上げて、不意に私の手を取って握りしめた。その瞬間、私の全身の血は、今までとはまるで違った巡り方をし始めた。未亡人は両手に言い知れぬ力を込めていった。まあ、なんというお勇ましい言葉でしょう。そのお言葉こそ、私がお待ちしていたお言葉です。それで私は、今日この鼓と別れるお祝いに、つまらないものを差し上げたいと思いまして。あ、それは。と、私は腰を浮かした。しかし未亡人の手はしっかりと引き止めた。いいえ、いけません。でも、それはまた別に。いいえ、今日、ただいまでなければ、その時はございません。さあ、お前早くあれを。と、妻木くんを顧みた。妻木くんは追い立てられるように部屋を出た。後を見送った未亡人は、やっと私の手を離してにっこりした。私は最善の養子の酔いがずんずん回ってくるのを感じながら、両手で頬と目を押さえた。頭が痛い。と思いながら、私は目を閉じて、ヤグを頭から引きかぶった。すると今まで着たことのない絹ヤグの肌触りを感ずるとともに、ならぬ方向がふわりと鼻を打ったのがわかった。私は全く目が覚めた。けれども起き上がる前に、しくしくと痛む頭の中から無理に記憶を呼び起こしていた。さっきあれからどうしたか。目の前にごちそうの幻影が浮かんだ。それは皆珍しいものばかりで、贅沢を極めたものであった。そのお膳や碗には、霧の御紋がついていた。その次には、晴れやかな鶴原未亡人の笑顔が幻となって現れた。あやかしの鼓とお別れのお祝いですから。
というので、無理に杯を勧められたことを思い出した。もう一つ。と、にっこり白い歯を見せた未亡人の目に含まれた媚び。それをどうしても飲まぬと言い張ったとき、飲まされた酔いざましの水薬の冷たくて美味しかったこと。それから先の私の記憶は全く消え失せている。ただ、仰向けに寝ながらじっと見つめていた伝統の炭素線のうねりが不思議にはっきりと目に残っている。私は酔い倒れて鶴原家に寝ているのだ。しまった。と、私は目を開いて、ヤグの襟から顔を出した。さっきの未亡人の部屋に違いない。ただ伝統に桃色のカバーがかかっているだけが最前と違う。耳を澄ますと、あたりは新刊として物音一つない。と、不意に枕元で女の笑い声がした。私は驚いて起きようとしたが、その瞬間に白い手が2本さっと出てきて、ヤギの上からそっと押さえつけた。同時にほんのりと赤い鶴原未亡人の顔が上から覗いてにったりと笑った。溶けそうな媚びを含んだ目で私を見据えながら、ほのかに酒臭い息を吐いていった。ダメよ。もう遅いわよ。諦めて寝ていらっしゃい。霧で揉むような痛みを感じて、私はまた頭を枕に落ち着けた。そうして何事も考えられぬ苦しさのため、息をほっとついた。小鳥、小鳥と音がする。私の枕元で未亡人が何か飲んでいるらしく、やがて小さなお首が聞こえた。同時に滑らかな声がし始めた。とうとうあなたは引っかかったのね。本当にかわいい坊ちゃん。私すっかり惚れちゃったのよ。私は頭の痛いのを忘れてガバと跳ね起きた。見れば、私は新しいサラサ模様の長襦袢一つになってびっしょりと汗をかいている。未亡人も友禅模様の長襦袢をしどけなく着て私の枕元に横座りをしている。前には銀色の大きなお盆の上に何やら洋酒を2、3本並べて薄いガラスのコップで飲んでいたが、私が起きたのを見ると酔いしれた目で秋波を送りながら空のグラスを差しつけた。私は払いのけた。いけないこと？弱虫ね、あなたは。でもこうなっちゃダメよ。どんなにあなたがもがいても言い訳は立たないから。あなたは私と一緒に東京を逃げ出して、どこか遠方へ行って所帯を持つより他ないわよ。今から、すぐに。ええ。と、未亡人は一層高い調子で、とめどなく高笑いをした。私はくらくらと目がくらみそうになって、枕の上に突っ伏した。あのね。と、未亡人はやっと笑い止んだ。その声は滑らかに落ち着いていた。私の枕元に座り直したらしい。音丸さん、よく気を落ち着けて、真面目に聞いてちょうだいよ。あなたと私の命に関わることなんですから。よござんすか？私ね、この間往来でお目にかかった時に、すぐにあなただということが分かったのです。だって、若先生の戒名をあなたが落としたのを拾ったんですもの。それから妻木を問いただして、あなたとご一緒にお菓子をいただいた後、それを隠そうとしたことを白状させました。そうしてそれと一緒にあなたのお望みのお話も妻木から聞いたんです。ですからあの手紙を書かせたんです。そうしてその時に、もう今夜のことを覚悟していました。
ようござんすか？覚悟とは、と、私は突然に起き直って問うた。けれども未亡人の燃え立つような美しさと、その目に込めた浄化に打たれて、育児なくうなだれた。覚悟ったって何でもないんです。私は椿に飽きちゃったんです。血の気のない影帽子みたいな男が嫌になったんです。あんな死人みたいな男は、私大嫌いなんです。といううちに未亡人は、一番大きなコップになみなみと金茶色の酒を継ぐと、半分ばかり一息に飲み干した。それから真っ赤な唇をちょっと舐めて、言葉を続けた。だけど、あなたは無垢な生き生きした坊ちゃんでした。だから私は好きになっちゃったんです。私の言う通りになる男に飽きたんです。あの鼓の音にそそられて、そんな男をおもちゃにするのに飽きていたんです。私の顔ばかり見ないで、気持ちを見てくれる人を探していたんです。その時にあなたに会ったんです。私は前の主人の墓参りの帰りに、あなたにお目にかかったのを何かの因縁だと思うのよ。私はもう、あなたの純な愛を頼りに生きるより他に道がなくなったのよ。と言いつつ未亡人は両手を上げて、心持ち歪んだ丸曲げを直し始めた。私は人に捕らえられた雲のように身を縮めた。ですから、私は今日までのうちにすっかり財産を始末して、現金に換えられるだけ換えて、押し入れのカバンに入れてしまいました。みんなあなたにあげるのです。明日死に別れるかもしれないのを覚悟してですよ。そんなにまで私の気持ちは純になっているのですよ。ただ、あのあやかしの鼓だけは置いていきます。かわいそうな椿敏夫のおもちゃに。敏夫はあれを私と思って抱きしめながら行きたいところへ行くでしょう。私は両手を顔に当てた。もうおっつけ3時です。4時には自動車が来るはずです。敏夫は夜中過ぎからぐっすり眠りますから、なかなか目を覚ましますまい。私は両手を顔に当てたまま、かぶりを強く左右に振った。あらあら、あなたはまだ覚悟が決まっていないこと。といううちに、未亡人の声は怒りを帯びて乱れてきた。ダメよ、音丸さん。お前さんはまだ私に降参しないのね。私がどんな女だか知らないんですね。ようござんす。といううちに、未亡人が立ち上がった気配がした。はっと思って顔を上げると、すぐ目の前に今までに見たことのない恐ろしいものが迫り近づいていた。しどけない長襦袢の裾と、溶けかかった伊達巻きと、それからしなやかにわらないている黒い皮の鞭と、私は驚いて後ろ手をついたまま、石のように硬くなった。未亡人はほつれかかる瓶の毛を白い指でかき上げながら、唇を噛んで私をきっと見下ろした。そのこの世ならぬ美しさ。激しい異様な情熱を込めた目の光のものすごさ。私は瞬き一つせず、その顔を見上げた。未亡人は一句一句、奥歯で噛み切るように言った。覚悟をしてお聞きなさい。ようござんすか。私の前の主人は、私の真心を受け入れなかったから、この鞭で攻め殺してやったんですよ。今の椿もそうです。この鞭のおかげで、あんなに生きた死骸見たようにおとなしくなったんです。その上にあなたはどうです。このあやかしの鼓を作って、私の先祖の綾姫を呪い殺した苦悩の子孫ではありませんか。あなたはその罪滅ぼしの意味からでも、私を満足させてくれなければならないではありませんか。
この鼓を見にここへ来たのは、取り返しのつかない運命の力だとお思いなさい。よこざんすか？それとも嫌だと言いますか？この無知で私の力を、その運命の罰を思い知りたいですか？私の呼吸は次第に荒くなった。まさしく綾姫の霊に乗り移られた鶴原未亡人の姿を仰いで、ひたすらに喘ぎに喘いだ。100年前の先祖の作った罪の報いの恐ろしさをひしひしと感じながら。さあ、承知しますか？しませんか？と言い切って、未亡人は切れるように唇を噛んだ。輪花のような青白さがその顔にさっとひらめくと、しなやかな手に持たれたしなやかな黒い鞭がわなわなと波打った。ああ、私が悪うございました。と言いながら、私はまた両手を顔に当てた。パタリ、と馬の鞭が畳の上に落ちた。ガチャリとガラスの壊れる音がして、不意に冷たい手が私の両手を払いのけた。と思う間もなく目を閉じた私の顔の上に、激しい接吻が乱れ落ちた。酒臭い呼吸、女の蚊、おしろいの蚊、髪の蚊、香水の蚊、そのようなものが死ぬほど切なく私に襲いかかった。許してください。と私は身をもだえて立ち上がろうとした。奥さん、奥さん、奥さん。という妻木くんの声が廊下の向こうから聞こえた。同時にぼーっと燃え上がる火影が二人で振り返って見ている障子に揺らめいてまた消えた。火事ですよ。という悲しそうな妻木くんの声が何やらバタバタという音と一緒に聞こえた。未亡人ははっとしたらしく立ち上がってヤグの上を渡って障子をさらりと開いた。同時に廊下の暗がりの中に白い浴衣掛けで髪を振り乱した妻木くんが現れて未亡人の前に立ちふさがった。あっと未亡人は叫んだ。両手で左の胸を押さえて空に身をそらすと、よろよろとヤグの上を逃げてきたが、私の目の前にばったりとうつむけに倒れて、苦しそうに身を縮めた。私は廊下に突っ立っている妻木くんの姿と、倒れている未亡人の姿を何の意味もなく見比べながら座っていた。妻木くんはつかつかと入ってきて、未亡人の枕元に立った。手に冷たく光る細身の懐剣を持って、妙にニコニコしながら私の顔を見下ろした。驚いたろ？しかし危ないところだった。もう少しでこいつの変態性欲の犠牲になるところだった。こいつは鶴原子爵を殺し、僕を殺して、今度は君に手をかけようとしたんだ。これを見たまえ。と妻木くんは、左の肩肌を脱いで、痩せた横腹を伝統の方へ向けた。そのあばらから背中へかけて、痛々しい鞭の跡が、薄赤く、また薄黒く引き散らされていた。俺はこれに甘んじたんだ。と、妻木くんは肌を入れながら悠々と言った。この女に溺れてしまって、こんな目に遭わされるのが気持ちよく感ずるまでに堕落してしまったんだ。けれどもこいつはそれで満足できなくなった。今度は俺を失恋させておいて、そいつを見ながら楽しむつもりでお前を引っ張り込んだ。俺が起きているのを承知でふざけてみせた。けれども俺がこいつを殺したのは嫉妬じゃない。もうお前がいけないと思ったからこの力が出たんだ。お前を助けるためだったんだ。僕を助ける？と、私は夢のようにつぶやいた。しっかりしておくれ。俺はお前の兄なんだよ。
6つの年に高林家へ売られた96だよ。といううちに、その青白い顔が涙をポトポト落としながら私の鼻の先に迫ってきた。痩せた両手を私の肩にかけると強く揺すぶった。私はその顔をつくづくと見た。その金眼らしい痩せこけた顔つきの下から死んだ親父の顔がありありと浮き上がってくるように思った。兄、若先生、妻木くん、と私は考えてみた。けれども別に何の感じも起こらなかった。すべてが活動写真を見ているようで。その兄は浴衣の袖で涙を拭いて寂しく笑った。後で思い出して笑っちゃいけないよ、久也。俺は初めて真人間に帰ったんだ。今日初めてあやかしの鼓の呪いから覚めたんだ。兄の目からまた新しい涙が湧いた。お前はもうじき自動車が来るから、それに乗って九段へ帰ってくれ。その時にあの押し入れの中にあるカバンを持っていくんだよ。あれはこのうちの全財産で、お前が今しがたこいつからもらったものだ。あとは引き受ける。決してお前の罪にはしないから。ただ、老先生へだけこのことを話してくれ。そうして俺たちの後、弔って。兄はどっかと後ろにあぐらをかいた。浴衣の両袖で顔を覆うて、さめざめと泣いた。私はやはり呆然として、目の前に落ちた皮の鞭と担当塔を見ていた。そのうちに未亡人の体が、目に見えてブルブルと震え始めた。という低い細い声が聞こえると、未亡人が青白い顔を上げながら、私と兄の顔を血走った目で見回した。私はなぜともなく、じりじりと布団から滑り降りた。未亡人の白い唇がわなわなと震え始めた。すみません。と、透き通るような声で言いながら、枕元にある銀の水差しの方へ力なく手を伸ばした。私は思わず手を添えて持ち上げてやったが、未亡人の白い指からその銀瓶のハンドルに黒い血の影が映ったのを見ると、またはっと手を引っ込めた。未亡人は二口、三口、ごくごくと飲むと手を離した。布団から畳に転がり落ちた銀瓶からどっと水がほとばしり流れた。未亡人はがっくりとなった。さよなら。と消え消えに言ううちに、夫人の顔は私の方を向いたまま、次第次第に思想を表し始めた。兄は唇を噛んで、その横顔を睨みつめた。自動車が桜田町へ出ると、私は運転手を呼び止めて、東京駅へ、と言った。何のために東京駅へ行くかわからないまま。九段じゃないのですかと、若い運転手が聞き返した。私はうんとうなずいた。私の奇妙な無意味な生活は、この時から始まったのであった。東京駅へ着くと、私はやはり何の意味もなしに、京都行きの切符を買った。何の意味もなしに神津駅で降りて、何の意味もなしに駅前の待合所に入って、飲めもしない酒をあつらえて、ぐいぐいと飲むとすぐに床を取ってもらって寝た。夕方になって目が覚めたが、その時初めてご飯を食べると、何の意味もなしにまた西行きの汽車に乗った。その時に待合所の女中か何かが見覚えのない小さなカバンを持ってきたのを、俺のじゃない、と押し問答した挙句、やっと夕べ鶴原家を出がけに兄が自動車の中に入れてくれたものであることを思い出して受け取った。同時にその中に紙幣がいっぱい詰まっていることも思い出したが、その時はそれをどうしようという気も起こらなかったようである。
汽車が動き出してから気がつくと、私の肩へに東京の夕刊が2枚落ちている。それを拾って見ているうちに、鶴原子爵未亡人という大きな活字が目についた。今日の午前10時に、美人と隠遁で有名な鶴原子爵未亡人、鶴子31が一人の青年と共に麻布郊外町の自宅で焼け死んだ。その表面は心中と見えるが、実は他殺である。その証拠に、焼けただれた短刀の中身は、二人の枕元から発見されたにもかかわらず、その鞘の口金は、そこから数軒を隔てた廊下の隅から探し出された。未亡人は2、3日前、東洋銀行から預金全部を引き出したばかりでなく、家や地面も数日前から金に換えていたが、その金は消失していないらしい。未亡人と一緒に焼け死んでいた青年は、同居していた夫人の甥で、妻木俊夫27という青年であることが判明した。同家には女中も何もいなかったらしく、様子が全くわからないが、地上の果てという噂もある。当局では目下全力を挙げて、この怪事件を調査中。そんなことを未亡人の生前の不行跡と一緒に長々と書き並べてある。それを見ているうちにあくびがいくつも出てきたので、私は窓に寄りかかったままうとうとと居眠りを始めた。明くる朝京都で降りると、私はどこを当てともなく歩き回った。少し閑静なところへ来ると、通りがかりの人を捕まえて、ここいらに鶴原京の屋敷跡はありませんでしょうかと聞いた。その人は妙な顔をして返事もせずに行ってしまった。それから今王子家や乙丸家の後もいちいち尋ねてみたが、みんな無駄折り骨に終わった。そこに行ってどうするというつもりもなかったけれども、ただなんとなくじれったかった。夕方になって祇園の通りへ出たが、そこの町々の美しい明かりを見ると、私はたまらなく懐かしくなった。なんだか赤ん坊になって生まれ故郷へ帰ったような気持ちになって、ぼんやり立っていると、向こうからきれいな舞妓が2人連れ立ってきた。その右側のこの目鼻立ちが鶴原の未亡人にそっくりのように見えたので、私は思わず微笑しながら近づいて名前を聞いたら、右側のは道代、左側のは玉代と言った。うちはと聞いたら、道代が向こうの角を指した。その手に名刺を渡しながら、どこかで僕とお話ししてくれませんかと言うと、二人で名刺を覗いていたが、目を丸くしてうなずき合って、私の顔を見ながらにっこりすると、少し先の鶴葉という家に案内した。そうして二人とも一度出て行くと、間もなく道代一人が着物を着替えて入ってきたので、私は奇跡を見るような気持ちになった。その時中井は、高林先生とか若先生とか言ってむやみにちやほやした。私は気になって、本当の名前は久也と言ったら、それではご名字はと聞いたから、乙丸と答えたら、道代が腹を抱えて笑った。私も東京を出て初めて大きな声で笑った。それから後、私は鶴原未亡人に似た女ばかり探した。芸者、舞妓、カフェの女給、女優なぞ。しまいにはただ花の格好とか目つきとか後ろ姿だけでも似ておればいいようになった。それから大阪に行った。大阪から別府、博多、長崎、その他名ある津々浦々を飲んではよい、用手は女を探して回った。夕べ鶴原未亡人に丸写しと思ったのが、明くる朝は似ても似つかぬ顔になっていたこともあった。その時私はさめざめと泣き出して女に笑われた。酔わない時は小説や講談を読んで寝転んでいた。
そうしてもしや自分に似た恋をした者がいはしまいか。いたらどうするだろうと思って探したが、あいにく一人もそんなのは見つからなかった。そのうちに2年経つと、東京の大地震の騒ぎを伊予の道後で聞いたが、九段が無事と聞いたので、東京へ帰るのをやめてまた歩き回った。けれども今度は長く続かなかった。私の懐が次第に乏しくなるとともに、私の体も弱ってきた。ずっと以前から侵されていた敗戦が、いよいよ本物になったからである。久しぶりに懐かしい箱根を越えて小田原に来たのは、その翌年の春の初めであった。そこで暖かくなるのを待っているうちに、懐がいよいよ寂しくなってきたので、私は宿屋の払いをして、東の方へぶらぶらと歩き出した。素敵にいい天気で、村々の家々に桃や椿が咲き、菜種畑の上には、後からひばりが上がった。その途中あんまり疲れたので、とある丘の上の青い麦畑の横に腰を下ろすと、不意に目がクラクラして滑血した。その土の上に固まった血に、大空の太陽がキラキラと反射するのを見て、私は額に手を当てた。そうしてすべてを考えた。私は東京を出てから丸3年目に、やっと本省に帰ったのであった。懐を調べてみると、2円70何銭しかない。私は畑の横の草原に寝て、青い大空を仰いで、父、ばば、千葉、千葉、という可愛らしいひばりの声をいつまでも見つめていた。東京に着くと、私は着物を売り払って労働者風になって、四谷の吉鎮宿に泊まった。そうして夜の明けるのを待ちかねて、電車で九段に向かった。懐かしいヒノキの歌舞伎門が向こうに見えると、私は黒い鳥打ち棒をまぶかくして、往来の石に腰をかけた。その時行政学校の生徒が2人通りかかったが、私の姿を見ると避けて通りながら、若い立ちんぼうだよ、と囁き合って言った。青ざめて髭を生やして、塵まみれの草履を履いた我が姿を見て、私は笑うこともできなかった。その日は、見慣れぬ内弟子が一人高林家の門を出たきり、鼓の音一つせずに暗くなりかけてきた。私は咳をしいしい四谷まで帰って、吉鎮宿に寝た。そうして夜が明けると、また高林家の門前へ来て出入りの人を見送ったが、老先生らしい姿は見えなかった。鼓の音もその日は盛んに聞こえたけれども、老先生の鼓は一つも聞こえなかった。私はそのあくる日また来た。そのあくる日も、そのまたあくる日も来た。しかし老先生の影も見えない。亡くなられたのか知らんと思うと、私の胸は急に暗くなった。しかしまだわからない。せめて老先生の後ろ影でも拝んで死なねば。と思うと、私の足は夜が明けるとすぐに九段の方に向いた。高林家の門からかなり離れたところにある往来の捨て石が、毎日腰をかけるためになんとなく懐かしいものに思われるようになった。またあの小じが、と、二人の婦人弟子らしいのが、私の方を指しながら高林家の門を入った。私はその時にうとうとと居眠りをしていたが、やがて私の肩にそっと手を置いたものがあった。巡査かと思って目をこすってみると、それは思いもかけぬ老先生だった。私はいきなり土下座した。やっぱりお前だった。よく来た。待っていた。この金で身なりを作って、明日の夜中過ぎ1時頃に私の部屋においで。小潜りと裏2階の下の雨戸を開けておくから内緒だよ。と言いつつ、
老先生は私の手にハンケチで包んだ銀貨の塊を置いて、さっさと帰って行かれた。その銀貨の包みを両手に乗せたまま、私は土に額をすりつけた。その夜は曇って暖かかった。植木職人の封をした私は、高林家の裏庭にじっとしゃがんで時刻が来るのを待った。雨らしいものがすっと頬をかすめた。と、ぽっぽっぽ、ぷっぽ、ぽっぽっぽ、という鼓の音が頭の上の老先生の部屋から起こった。私ははっと息を飲んだ。しまった。あの鼓が焼けずにいる。兄が老先生に送ったのだ。いや、後から小包へ私へ当てて送り出したのを老先生が受け取られたのかな。とんでもないことをした。と思いつつ、私は耳を傾けた。鼓の音は一度絶えてまた起こった。その静かな美しい音を聞いているうちに、私の胸が次第に高く波打ってきた。陰気に、陰気に、寂しく、寂しく。極度まで打ち込まれていった鼓の音が、いつとなく陽気な、嬉しげな響きを帯びてきたからである。それは地獄の底深く一切を恨んで沈んでいった魂が、ありがたい御仏の手で成仏して、次第次第にこの世に浮かみ上がってくるような感じであった。みるみる鼓の音に明るみがついてきて、やがて全く普通の鼓の音になった。しかも日本晴れに晴れ渡った青空のように澄み切った音に変わってしまった。や、た、は、ぽ、は、ぽ、ぽ、ぽ。それは名曲、翁の鼓の手であった。とう、とう、たらりたらりら、ところ千代までおわしませ。我らも千獣侍を、鶴と亀との弱いにて、幸い心に任せたり、とう、たらりたらりら。と、私は心の中で歌い合わせながら、久しぶりに身も心も消え失せていくような、荘厳なめでたい気持ちになっていた。やがてその音がばったりと止んだ。それから5、6分の間、何の物音もない。私は前の雨戸に手をかけた。スーッと音もなく開いたので、私は新しいゴム靴を脱いで、買いたての靴下の塵を払って、みじんも音を立てずに、思い出の多い裏二階のはしごを登り切って、板の間に片手を支えながら、襖をそろそろと開いた。私はこの後のことを書くに忍びない。ただ、順序だけつないでおく。私は老先生の死骸を電気の紐から外して、敷いてあった床の中に寝かした。部屋の隅の仏壇にあった私の両親と兄の位牌を取ってきて、老先生の枕元に並べて、線香をあげて一緒に拝んだ。それからしばらくして、あやかしの鼓を箱ごと抱えて高林家を出た。ザーザー降る雨の中を四谷の吉ん宿へ帰った。あくる日は幸いと天気が上がったので、宿の連中は皆出払ったが、私一人は加減が悪いと言って寝残った。そうして人気がなくなった頃起き上がって、鼓箱を開いてみると、鼓の他に書き置き一通と白紙に包んだ札の束が出た。その遺書には宛名も署名もしてなかったが、まがいもない老先生の首席でこう書いてあった。これは私のへそくりだからお前にあげる。この鼓を持って遠方へ行ってまめに暮らしてくれ。そうして見込みのあるものを一人でも二人でもいいからこの世に残してくれ。あやかしの鼓にこもった魂の迷いを晴らす道はもう分かったろうから。私はお前たち兄弟の腕に惚れ込みすぎた。安心してこの鼓を取りにやった。そのためにあのような取り返しのつかないことをしでかした。
私はお前の親御様へお詫びに行く。私は死ぬかと思うほど泣かされた。このご恩を報ずる命が私にないのかと思うと、私は布団をつかみ破り、畳をかきむしり、老先生の書き置きを噛みしだいて、のたうち回った。しかしまだ私の業は尽きなかった。私は鼓を抱えて、その夜の夜汽車で東京を出て、伊香保に来た。温泉宿に落ち着いて翌日であったが、東京の新聞が来たのに、高林家のことが大きく出ていた。その一番初めに載っていたのは、懐かしい老先生の写真であったが、一番おしまいに出ているのは、私が見も知らぬ人であるのに、その下に、希代の海賊、高林久也こと、旧名、音丸久也と書いてあったのには驚いた。その本文にはこんなことが書き並べてあった。今から丸3年前、大正10年の春、鶴原未亡人の変死事件というのがあった。右において当局のその後の調べによると、同未亡人を甥の妻木という青年と一緒に、その旅立ちの前夜に殺害して、大金を奪って去った者は、九段、高林家の跡継ぎで、旧名、音丸久也といった屈強の青年であることが分かった。しかるにその後久也は、その金を使い果たしたものか、昨夜突然高林家に忍び入って、恩師をくびり殺してそのへそくりと名器の鼓を奪って逃げた。彼は数日前から高林家の門前に古事記邸を装ってきて様子を伺い、恩師、高林薬郎氏が何かの必要のため貯金全部を引き出してきたのを見すまして、この凶行に及んだものらしく、3年前の事件とともに、実に巧妙周到、かつ迅速を極めたものである。なお高林家では、前にも公子、高林康次郎氏の失踪事件があったので、久也のことは全然秘密にしていたのであるが、凶行の際、犯人が大胆にも被害者の枕元に義兄、康次郎氏と犯人の両親の位牌を並べて証拠していった事実から、一切の関係が判明したものである。うんぬん。これを読んでしまったとき、私はどう考えても逃れようのない犯人であることに気がついた。この鼓が犯人だと言っても、誰が本当にしよう。世の中というものは、こんな奇妙なものかと思い続けながら、この遺書を書いた。そうして今やっとここまで書き上げた。私は今からこの鼓を打ち砕いて死にたいと思う。私の祖先、音丸久能の恨みは、もうこの間老先生の手で晴らされている。この恨みの抜け殻の鼓と、その決闘は、今日を限りに、この世から消え失せるのだ。思い残すことは一つもない。しかし、私はこんな一編の因縁話を残すために生まれてきたのかと思うと、夢のような気持ちにもなる。